すごい煮干し系の出汁が効いていて、でも二郎系に近いというか。はい、いらっしゃい、どうぞ。はい、お待たせしました。新潟です。熱いので下お待ちください。インパクトが強くて一口目からすごい美味しかったです。はい、頼みます。はい、お待たせしました。オレリュウです。熱いので下お待ちください。バランス良くてめっちゃうまいです。見た目よりさっぱりしてる。美味しい。フルカレーのトッピング味玉ですね。はい。大将の人柄っていうのもすごい僕は好きで来てますね。はい、お待ちです。新潟暑いです。ありがとうございました。お気をつけて。また願います。土手豚ですね。豚の角煮の味噌バージョン。オンリー八丁味噌の美味しいよ。まかない僕むっちゃ時間かけます。うちのまかないは名古屋トップクラスに美味しいと思いますよ。従業員でしか食べれないんですね。そうです。100円ローソンがあるのとドンキが近くにあるんです。クロワッサン食べて本当に美味しい。塩あんパンもむちゃいい。さあどうする？クロワッサンをじゃあ。クロワッサンを、はい、クロワッサンかしこまりました。俺もクロワッサンいきますわ。俺もクロワッサン。はい。バランスでしょ？分かってもらえて嬉しい。あの量ってわかるよ。ありがとう。褒められて嬉しいわ。結構な頻度で購入されてるんですか？結構な頻度で来てますよね。見守りたいです。はい、ありがとうございます。どうもはい、ありがとうね。コーヒーよかったですか？コーヒーよかったですか？大丈夫。はい。ちょっと買ってきます。はい。結構いろいろあるんで、はい。パパパッとやってで麺分けに入りましょうか。スープは基本前日に仕込むんですか？こっちのスープは継ぎ出しです。何でスープ取られたか教えてもらってもいいですか？これはもう豚です。げんこつです。こっちと合わせるから。こちらのスープは何系なんですか？こっちはもう魚介ですね。ドブリダブルスープってやつなんですけど、これは昆布とか椎茸とかサバも入ってるし、アジも入ってるし、カツオも入ってるし、メインは煮干しです。やっぱりこのスープアクとか取らないんですよ。普通皆さんこういう和のスープ取る時とかはアク引くじゃないですか。絶対引かないです。逆にこれアク引いちゃうとすっごい物足りないスープになっちゃうんですよ。合わせた時にね、それに気づくまでに結構時間がかかる。常識にとらわれない形で。美味しい方を選びはいいですよね。そういうことに気づくかどうかってのはやらないと分かんないし、いろんなラーメン屋さんとお話しして分かる部分ってすごいあるし、ラーメンじゃなくて他の業種の方とかでもやり口っていろいろあるよねっていう。私のスープ取る方とか沸かしたらアク引いてたらこすじゃないですか。こさないんですよ僕。こさない状態でここに残した状態で一晩置くんです。そうすると魚臭さとかえぐみとかそういったものが全部スープに残るんですよ。それがいいんです。よいしょ。煮干しのペーストを作るんですよ。うち2種類あるんですけど、ラーメンが新潟燕三条ラーメンっていうのに入ります。煮干しは味付けされてるんですか？味付けはしてないですけど、油でゆっくり火入れしてあります。非常にゆっくり。
けるいける。ラップしてこられるとこに入れておいてください。はい。グッと美味しいね。この少量でグーって伸び香ばしさ、最後に若干の苦さ、粉砕して表面積ある分酸化しやすくなっちゃうんで、なるほどの毎日これはやる作業ね。今日こっちゃんまかない土手豚。わーい。楽しみでかなり楽しみですかす。めっちゃ美味しいんで毎回。毎日違うんですかメニュー。ほとんど違いますよ。これも確かね、うどんそばさんのやつでパートのおばちゃんが生姜をこうスプーンでやってるみたい、包丁でやらんでいいがねって思ったのが確かで、これはニンニク生姜は必須なんで、カレーは何日か寝かしたりとかするんですか。 1日は絶対的に寝かしたいですよね。最低でも一番いいのは2日。うちはおとついのカレーが美味しい。カレーのルーは市販のルーとかをお使いですか。市販のルーをブレンドします。スパイスカレーとかみたいになんかを突出させるカレーじゃないんで、どちらかというとバランスのカレーなんで、バランス感のいいものをブレンドしました。それが結構大変だった。魚介の出汁とかも使う。魚介の出汁は使いませんけど、魚介の入ったラーメンのタレでいきます。最終最後にカレーの味をまとめるのはラーメンのタレなんですよ。はい、米はこっち置いとけよ。はい。よろしく。ことある？ないです。オッケー。じゃあさ、はい。こいつが出た油で炒めてあげりゃ全然こっちの方が美味しく話される。使ってますけどね。うちはから俺何やる？これ肉みんなどうかな、あそこにしまってるから。波が 170g で大が 250g です。こっちが新潟の麺で、こっちが俺流の麺。
しゃー、ここまでやっとけばあとは楽だ。よし、逃げ切った。さあ逃げ切ったよ、こっちゃん。やったです。やったです。前ラーメン屋さんされてたと思うんですけど、はいどういったラーメンを二郎系っぽいことをやってました。二郎系っぽい、ここ大事ですね。二郎系っぽいラーメン屋さんは何年ぐらいされてたんですか？16年やってましたね。結構長いですね。なんとか16年やらせていただきました。16年営業されて燕三条さんオープンされたじゃないですか、はいどういった経緯があったんですか？まず僕が年を食い二郎系が食べたいなっていうことを思わなくなっちゃったんですよね。自分の食いたないものをお客さんに出してるのってフェアじゃないよねって、僕の大好きな矢沢先輩に怒られちゃいそうだからもういっかって。思い切りやめて、はいで新しいラーメンを。そうですね。これ、ことなんですね。ありがとうございます。タイが OK ね。だから、ここぐらいだね。はい。じゃあ電気よろしく。オープンするよ。うわ、寂しいね。いないわ、やっぱり。残念、誰もいない。アンパンを食べてたり。このアンパン美味しく。めっちゃ美味しいな、これ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい、どうぞ。はい、いらっしゃい。お席お願いします。お席お預かりします。ガタガイです。はい、ください。はい、麺入ります。はい、明太 OK です。いらっしゃい、どうぞ。2名さん、はい。食券買われたら真ん中のテーブルお使いください。どうぞ。いらっしゃい。このテーブル席ご利用ください。ガタです。ガタ了解。お席こちらでお預かりします。ありがとうございます。非常にいいね。美味しい。よろしく。はい、お待たせしました。新潟の大の鬼油ですね。お熱いので下お持ちください。はい、麺入りました。明太 OK。はい。1万円です。はい。2名さん、していこう。はい、どうぞ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これで。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい、どうぞ。何名さんでしょう。2名さん、はい。こちらのお席お願いします。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。頼ます。先に椎茸さんよろしくね。はい、C 持ってきま頼ます。はい、頼みます。す。はい、C 行きます。ありがとう。すいません、お待たせしました。新潟です。こちら A 卓さんの新潟ここから出します。はい、よろしく A 卓さん。持ってきます。俺にあげときます。はい、お願いします。食券買っていただいたらこちらから順番で買います。2名さん、はい、ありがとうございます。ガタハーフ。はい。はい、お待ちです。ハーフカレー熱いです。お気をつけてください。ここに大体出たのが2年前ぐらいだったか。
先が鬼油先が鬼油。で削った玉ねぎよろしく。はーい。こちらのお席お願いします。お付けやってきますどうぞ。はい。ありがとうありがとう。はい。席お預かりしますね。ありがとう。はいよ新潟玉ねぎ熱いです下をお持ちください。はいよ新潟で鬼油熱なってます下の方をお持ちください。お待たせです。食券いただきます。ありがとうございます。真ん中のテーブル席ご利用ください。ガタライ2です。はいガムライス。フルカレー用の味玉ここを取ります。ありがとうございます。はい、すみません。フルカレーのトッピング味玉ですね。はい。はい、ありがとう。お客さん何でしょうか。はい、澤部さん C よろしく。試験が終えたらカウンター奥から順番に願います。シュライツ入ってると頭に入れておいて。はい、了解です。車検こちらにお預かりします。はい、麺入る。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。僕はそもそもラーメン修行ってものをしたことがない人間で、ほぼほぼ独学なんですよラーメンなんて。先輩のラーメン屋さんからとか教えていただいたことはありますけど、この店でこうちゃんと修行してってことがなく、もちろん新潟の燕三条系のラーメン屋さんで働いたこともなく、本当我流なんですよ。多分新潟で燕三条系作られてらっしゃる方とかが僕の作り方を見たら、いやいや絶対全然そんなんじゃないから、僕が作る燕三条ラーメンなんて燕三条ラーメン風じゃないですか。僕はそんでいいと思ってます。その代わり同じじゃないかもしれないけど、ちゃんとフレーバー残しててちゃんと美味しい、それがあれば僕はいい。だからアリューです、変化球ですよ僕なんて。はい、はい、新潟お待ちです。熱いです。下の方をお持ちください。お待たせしました。お待たせしました。はい、バックよろしく。はーい。お願いします。席お預かりします。ありがとうございます。はい、いらっしゃいどうぞ。澤部さん、はい、食券買われたらそちらのテーブルをお使いください。中どうぞ。どうもありがとうございました。気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。めっちゃ魚介や。うまいです。好きなんですよ。ありがとうございます。どうもありがとうございました。お気をつけて。よろしく。よろしく。はい、お待たせしました新潟です。お熱いのでしたお待ちください。はい、お待たせしましたオレリュウです。お熱いのでしたお待ちください。結構よく来られます。めちゃ来ますね。常連様レベル SA のはい、初見頂戴しますね。ありがとうございます。はい、ガタダイ。ありがとうございます。ありがとうございます。どういう人がお客さんとして多かったですか？ここはやっぱりオフィス街なので、サラリーマンの方はよく来ていただけてありがたいお話だと思いますし、あとやっぱりね、まだ名古屋で燕三条新潟系のラーメンをね専門店でやってるのはうちだけなので、わざわざこの辺で仕事されてる新潟のその燕市とか三条市の方とかが食べに来てくれたりするんですよ。むちゃくちゃありがたいですよね。もう俺なんかのインチキ燕三条で本当に大丈夫とか思っちゃって、大丈夫ですかね大丈夫ですかねっていつも僕聞くんですけど、大丈夫です大丈夫ですって美味しいです美味しいですって嘘か本当かわからんけど言ってまいりました。はいよ、新潟大きいの熱いです。下お持ちくださいね。どうぞ。はいよ、新潟お待ちです。熱なってます。下の方お持ちください。これあげる。これあげる。はい。くださいね。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ハーフ出します。まだまだ入れてない。あ、はい。トランキロ、焦るなよ。はいよ、俺流大きいの熱いです。お気をつけください。オレリュウの好きなんですけど、スープが普通にうまくて、麺もシワシワの麺で、噛めば噛むほど小麦の味がしてバランスよくてめっちゃうまいです。
カメお願いします。よいよい温まってるよね。いつもすみません、気をつけて。いいよ、バッシングが全部終わったらご案内するでね。4セット OK、ありがとう。はい、次の1名さん、中どうぞ。はい、いらっしゃい、どうぞ。お待たせしました。食券買えたらカウンター奥からお願いします。もうちょっとお待ちくださいね、すいません。ガタハーフです。ガタハーフ了解。食券いただきます。ガタです。はいよ、ハーフカレーお待ちです。熱なってますよ、お気をつけくださいね、どうぞ。ラーメンとカレー僕超好きなんですよ。だもんで出そうと思っただけだし、ラーメンは前のお店からずっとやってきて、前も飲食になったんですけど、カレー関係ないとこなんですよね。カレーやろうと思ってこれで行こうと思った時にちゃんと作ろうと思いましたね。ここはもうほんと手抜かずに作ろうって、一からちゃんと美味しいものを作るのってある程度の丁寧さだったりちゃんとした工程を踏むべきだと僕は思ってる人間なので、燕三条のラーメンも全然違うとは思います。違うとは思いますけど、ちゃんとはやってるつもりです。はい、お待ちです。新潟暑いです。下お持ちください。お待たせです。お待たせしました。はい、こっちバックよろしくね。はい、いらっしゃい、お待たせしました。いらっしゃいませ。こちらのお席お願いします。はい、そば。ありがとうございます。はい、2番さんお出しします。はい。はい、お待たせしました。肉そばです。こちら生姜少しずつ溶かしながらお召し上がりください。お好みで唐辛子ご利用ください。まあ、任せとけ、このくらいなら。俺一人で十分。どうもありがとうございます。恐れ入ります。気をつけてお帰りください。燕三条さんは過去に来られたことあるんですか？初めてお味の方どうでした？スープの感じがやっぱり他にはない感じなのかなといったところと、結構魚介系が香る感じ。そうですね、かなりインパクトが強くて一口目からすごい美味しかったです。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。何名さんでしょう。4名さん、はい、どうぞ。ではスープいきます。はい。上がります3つ。オールシータクさん、オールデフォです。オール並みです。了解です。ここ置いとくよ。はい。頼むよ。はい、すいません。新潟です。はい、こちらも新潟ですね。はい。こちらオレ流ですね。お待たせしました。こちらから失礼します。ハンバー。ハンバーです。はいよ。よろしく。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。お気をつけて。その量の我慢することないです。よく来られるんですか？職場が近くてたまに燕三条さんの魅力的な部分とかっていうことですか？パンチが効いてるところと太い麺ですかね。すごい煮干し系の出汁が効いていて、そこに生の玉ねぎが入ってるのですごくあっさりして、でも二郎系に近いというか、お仕事中でも食べたくなるような味ですね。今日は肉そば食べられてましたけど、初めてですかね？そうです。昨日食べに来たんですけど、大将からこれうまいよって言われて、明日はあるからって言われたんで、じゃあ来ますという風でお邪魔しました。ちゃんと約束守って偉いよ。ありがとうございました。美味しかったですか？美味しかったです。おあとバラのりワンください。4番さん。はいどうも。じゃあそばそばよろしくね。はーい。お待たせです。大丈夫だと思います。大丈夫だ。前ごめんなさい。どうもありがとうございます。卵。はい、お待たせしました。肉そばです。こちら生姜少しずつ溶かしながらお召し上がりください。好みで唐辛子ご利用ください。
はい、麺入りました。麺タ OK。遊びありでいきますよ。はい、ありがとう。はい、すみません、お待ちです。オレリ大きいの。熱いです。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。ありがとうございました。お気をつけて。俺の勝ち。何の勝負だ。真ん中のテーブル使いください。はい、ガタです。よいしょ。はい。はい。はい。よく来られるんですか？よくというか来れるとき魅力みたいなのってどこにあるんですか？見た目よりさっぱりしてる美味しい。はい、ありがとうございます。はい、そば。はい。超暇だ。はいよ。今日は合わせとコーヒーです。ごちそうさまでした。美味しかったです。いつもすいません。ありがとうございます。お気をつけて。この辺にお勤めで、あ、そうですそうです。じゃあランチとして来られることが多いんですか？そうですね。なんか頑張った人がご褒美ランチで来てます。味はもちろん美味しいですし、満腹感もあるで美味しいんですけど、大将の人柄っていうのもすごい僕は好きで来てますね。限定食べられてたんですけど、はいいつもは違うメニューをよく食べられてるんですか？いつもは俺流をよく食べるんですけど、冬季限定のメニューだったんで、冬もそろそろ終わりそうかなと思って駆け込みで食べたって感じですね。実際食べられてどうでしたか？美味しいですね。何回も食べてますけど、甘辛いお肉も美味しいですし、和風だしもすごい美味しいですし、生姜効いててすごい美味しいですね。先ほどお預かりします。ありがとうございます。ガタです。はい、ガター。よいしょ。はい。はい、お待たせしました。新潟です。熱いのでした。お待ちください。はい。はい、ありがとうございます。ガタです。こちらのお席お願いします。これです。はい、いいよ。はい、お待たせしました。新潟です。熱いのでした。お待ちください。この白と透明に乗ってペンチになって5秒ちょっと15秒に1回うまいていってもらう。あ、これない。はい、ないです。まだいらっしゃる。誰かと思え。あ、はい。手伝ってください。香りがすごくいい。はい。あ、これ取っていいですか？なんか紹介しますよ、ときますってインスタでみたいなこと言って。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。気をつけてお帰りくださいね。先にチュレース失礼します。2番3頼んば。
はいお待たせしました。オレ流のトッピング卵です。はいお待たせしました。肉そばです。こちら生姜少しずつ溶かしながらお召し上がりどうもありくだがとうございましたありがとうございましたお気をつけてまた願います今時のスパイスカレー大好きなんですけど、こういう突出してるところ、香りのこう鮮烈なとことか、そういうのはうちはないけど、トータルのバランスの良さ、日本式のカレーのちょっと美味しいやつ、いつも食べたいなってあれって思えるやつ。はいお待たせしました。新潟のトッピング卵です。いらっしゃいませ。はいいらっしゃいはいお待たせしました。新潟です。俺言う大の鬼油のお客さん、すごいね。体にあまり良くないやつでもなみなみよろしく。はいすいませんお待たせしました。オレ流の大ですね。はいこっちはクローズすんね電気よろしく仕込みたらジャズとか一番だよジャズと間違いないです。ごめんなさいもう今日おしまい申し訳ない女終わったとこ申し訳ないこっちやっときやすお願いします。任せとけはいはいよ新潟大きいのありがとうございますはいどうぞ熱いです下の方お持ちくださいどうもありがとうございました気をつけてお帰りくださいねありがとうございます。ありがとうございますお気をつけて今日密着させててすごい接客とかが魅力的だなと思ったんですけど、心がけてることとかありますか？もう一番は絶対的にここの店で一番楽しむのは僕です。ゲストの方をお迎えするキャストが一番楽しまないとお客さん笑顔になってくれないですよ。お客様の笑顔を作るためにはそれ以上に自分が笑わないと、スタッフが僕が楽しくないとダメじゃないですかね。ありがとうございますもう終わる終わりました。飯はい好きなだけつけバイ。毎回まかないが楽しみだったりしますか？まかないのためだけに出勤してます。もう少し他のために出勤しておまわこれ脂身んとこと赤身んとこあるどっちもいいんだわあちゃんとほぐれるめちゃくちゃ美味しいです。あカレーはあともうルー入れるだけですか？何があるんですか、工程として？肉のイノシン酸、あと魚介から出るグルタミン酸、キノコから出るグアニル酸、これのブレンドを僕はいつも考えたい人間なんで、ここからマッシュルームも入りますし、肉はもう牛脂が出ますよね。イノシン酸はマッシュルームからグアニル酸出ますし、最後のグルタミン酸はラーメンのタレですね。今からあとここに酸を出すアイテムとコクを出すアイテムと辛みを出すアイテムを入れます。出来上がるのはあれですよ、営業終わってからです。今提供されてるラーメンに行き着いた経緯というのを。二郎系っぽいお店をやってた時にもう出してたんですよ。俺流の方はほぼ一緒のものを出してたんですよ。それは前の店男そばっていうんですけど、男そばをやってる時に太麺の歴史を紐解いたんです。その時に日本最古の太麺のラーメンってのは新潟の燕三条だってことを Google 先生に教えていただきまして、その時に僕一緒に働いてたのが僕の先輩のソムリエさんがいらっしゃったんです。先輩は長岡の方で、新潟の燕三条系ラーメンって知ってる、食ったことあるって聞いたら、いやそんなのも毎食取ったって言うから、ソムリエだから言葉が巧みじゃないですか。すごく細かく僕に説明してくれるんですね。背脂もあるしちょっと作ってみようかなって思って作ったんですね。ただ先輩が「いやもっとこうだもっとこうだ」って言って、その人のアドバイスを受けながら、その時点でまだ一回僕食べたことがないんですよ。それを何回か試作していくうちに「寄ってきてる寄ってきてる寄ってきてる」って言って、ある日「これ
美味しいしこんな感じなのってことを彼が言ってくれたんですね。実際美味しかったし、それを限定メニューで出したんですよ。それがすっごい出たんです。ツバメが日本に来る頃、ツバメが南の方に帰る頃、年に2回やってたんですけど、その時しか来ないお客さんとかもいらっしゃいまして、次やるんだったらツバメかなって、でツバメだったら俺まだ食えるしって思って、もう一回お前やる時はあれ出せよってことを常連さんにも言われてましたし、で始めましたね。長年ラーメン屋さん経営されてきて感謝を伝えたい方とかっていらっしゃいますか？いっぱい過ぎちゃって臭いことを言うようですが、こんな俺でもずっと長くお付き合いしてくれる業者の方、林製麺さんとかね、肉屋さんとかもあんまり変わってないんですよ。本当にありがたいと思う。前の店から来てくれるお客様本当に感謝ですし、僕がでも料理好きになったのは僕のおふくろが本当に料理が上手な女だったんで、もう死んでまったで言えんけど彼女には感謝ですね。味覚っていうところを磨けたのはガキの頃から、うちの家がちゃんとご飯を作ってくれたよねっていうところはもう感謝するって言ったら、俺に関わってくれた人みんなっすよ。俺なんかもうアホみたいな人間なんで、誰かの力借りんと何もできないんです。50過ぎてやっと分かりました僕ずっとラーメンやってきて50も過ぎたんですけど、まだ成長できるんですよ。伸びしろがあるって自分で自負してるんですよ。だから僕のラーメンまだまだ美味しくできるんで、今このくらいの味ですけどもっと美味しくできるように僕頑張りますから、僕を見捨てないでください。お願いします。ありがとうございます。お気をつけて。